はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、昨日もう一個のチャンネルの方でね、お伝えしたこの大谷翔平選手、小学校ね、日本の小学校約2万校に、グローブ、ジュニア用のグローブ3個ずつ、あれなんか昨日の段階ではちょっと僕の調べが足らなかったらしくて、1個なんか2万円ぐらいするそうですよね。でしかもそれ、定価とかじゃないらしいんですよ。どうやらあれなんか、そもそもが大谷選手の使ってるこのグローブ、グラブ、どうなんでしょうね、他の選手が使ってるグローブって大体どこどこの誰々選手モデルとか言って販売されてるものって多いらしいじゃないですか。でもなんか大谷選手が使ってるのってそもそもね、ニューバランスグローブ屋さんじゃないですよね。そもそもなんかグローブ扱ってなくて、だからもう完全にこの大谷選手のこのカスタム、もう専用のグローブだったらしくて、まあ、ファンの人はね、当たり前のように知ってたらしいんですけども、そもそも販売してない、市販されてるものっていうのが他に何にもなくて、だから特注なんですよね。だから値段がそもそもつけようがなくて、だいたいこれぐらいかかってんじゃないのかな、1個作るのにっていう、値段で2万だから、例えばですよ、これがなんかもし、ね、ちょっとなんか不心得もの必ず出るじゃないですか、こういうの。ね、なんかタダで手に入ったからとか言ってさ、なんかこの、フリマとかさ、ね、そういうのをこの出しちゃうアホが、まあ、今回はどうだろうな、さすがにいないと思いますけども、まあ、もしなんかそういうオークションとかにね、かけたら、まあ、多分軽くそんなもんじゃ、効かないぐらいの値段で取引されちゃうんじゃないのかみたいなことを早速ね、まあ、そんな風に予想してる人もいましたけども、どうも最低でも2万はするだろうと。で、それを、だから合計で6万点ですよね。6万個グローブ。だから1個2万円だとしたら、まあ、12億。12億円分寄贈したっていう、そういうニュースだったんですけど、これ早速ね、韓国の人たちが、前も言ったことあると思いますけど、別にこのニュースに限らずね、まあ確かにビッグニュースでしたけど、ね、このシーズン外の、ね、話題としては、ね、今このフリーエージェントでね、話題になっているところにさらに、っていうニュースだったと思うんですけども、韓国の人たちってもうね、僕は普段シーズン中もそうそう取り上げないんですけど、基本毎日、ね、シーズン中でもシーズンオフでも、基本毎日韓国の人たちもこの大谷翔平選手にへばりついてるんで、前にこの韓国の人たちが、ね、このGoogle 使って何を検索、大谷選手の何を検索してるのか、うわ、怖っ、やばっていう話をね、したことあったと思いますけども、まあまあまあ、そんな感じでね、なんだろうな、まあ、へばりついてるわけですよ、毎日。毎日大谷選手絡みの、まあだから、ネット上ではね、このスレッドが立ってね、うわーみたいな感じで、このなんか嫌な盛り上がり方をどうやらしてるらしくてね、とてもじゃないけど気持ち悪いんで全部なんかチェックなんかしてないですけども。まあ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 、だから当然この件にもね、この反応してくるんですけども、ちょっとね、見ていきましょうかね。で、あまりにももう、なんかもう太刀打ちできないから、まあその代わりになんかね、韓国の司法、なんだ、現在進行形なのか過去形なのかわかんないですけども、まあなんかね、大谷なんか目じゃないんだぜ、みたいな、サッカーのほら、ソン・フンミン選手っているじゃないですか。あの人が、なんかね、あるアメリカのなんかランキングかアワードかなんかで、大谷選手よりも、大谷選手もなんかランクインしてるんだけど、大谷選手よりも上だったぞと。やはりアジアの至宝は、ね、アジアのスーパースターは、ね、売り出し韓国のソン・フンミンなんだよと。ね、大谷なんか目じゃねえよと、ね、さっき言ってたこと全然違うんですけど。じゃあ一方ね、サッカー選手じゃなくて韓国の、まあ現在は YouTuber ですけど、ちょっと前にもう一個のチャンネルの方で取り上げましたっけ、こっちで取り上げましたっけね、元プロ野球選手、ね、なんか日本に遊びに来て、ね、なんかこの上半身裸でなんかドヤ顔で暴れたみたいな、ね、そんなやついたじゃないですか。あれのなんか続報が、ね、こんなやつでしたよ。なんか調べた時にはね、なんかこの画像とか映像みたいなものが何もなくてね、一体どこのドイツなんだよって、名前だけ聞いてもなんか全然プッププアイドルしか出てこねえよっていう話をね、ちょこっとしたと思うんですけども。
さて、そんな感じなんで、一発目はこのスポーツネタでいきましょうかね。じゃあ最初は大谷選手いきましょうか。大谷翔、これ韓国メディアですよ。韓国で、大谷翔平選手が日本のすべての小学校に児童用グローブを寄付したと。約2万の日本のすべての小学校に各3個ずつ約6万個の児童用グローブを寄付するそうです。スポンサーのニューバランスのロゴと大谷の写真が入ったタグがついています。以下はインスタグラムに掲載された大谷本人のメッセージです。この度日本国内約2万校の全小学校に各3つのジュニア用グローブ約6万個を寄贈いたします。野球を通じて元気に楽しく日々を過ごしてもらえたら嬉しいです。このグローブを使っていた子どもたちと将来一緒に野球ができることを楽しみにしています。またご協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。ということなんですけども。じゃあこれに対してね、キャーっていうこの韓国民たちの反応、キャーっていうやつをちょっと見ていこうか。キャーじゃなくてグギギギかもしれないけど、まあでもほら、韓国の人たちにとってはもう大谷選手はもう日本のっていうよりも韓国の大谷選手扱いなんで。なんでやねん。じゃあまず最初、日本は大谷保有国とかね、なんだ大谷保有国って。大谷保有国の特権ですねとか。すべての小学校にすごいねとか素敵なお知らせですね。6万個ブルブル。6万個ならいくらぐらいの価値ですか。だからまあざっくり最低でも12億ぐらいですかね。大谷が品質の悪い製品を小学校に寄付することはなさそうですね。お前らと違うよな。野球の有望株に最高の製品を作ってくれそう。ふふとか。6万個なら値段だけでもすごいプレゼントをもらう子供たち羨ましいですね。プレゼント、学校に寄付だからね。1学校につき、3つずつ寄贈されるそうですね。これなんで3個なのかっていうね。これはちょっともう1個のチャンネルの方で今日見ましょうかね。そう、ちゃんと理由があるんですよ。ちゃんとね、大谷選手が考えてね、3個を寄贈したのに、ね、そういうのよく分からずにね、僕もね、なんかそういうこのフライングしちゃうことってよくあるんで、人のことは言えないですけども、ね、しょうもないツッコミ入れるやつがね、なんかこのひろゆきさんとかさ、ね、へずまりゅうさんなんかが早速炎上しかかってましたね。へずまさん思いっきり炎上してたけど、この人の場合炎上芸人だからな。分かっててやってますけども。3個送った頃にはちゃんと理由と目的があったらしくてね。ですごいですね、かっこいいですね、6万個のスケールがすごいですねと、韓国の人たちもね、ええなぁと、大谷ええなぁと、すげえなぁと、大谷選手といえば、今ほら、FA じゃないですか。ね7日から確か全球団との交渉が解禁になってるんでしたっけ。どこ行くと思います？なんか残留にやっぱり傾いてるんじゃないかなんていうね、なんか報道もあるんで、正直わかりませんけども。あとはそのね、出るにしろ残るにしろ、なんか批判的に捉えてる人、出ていくことを、だからよそのチームに移籍することを、批判的に捉えてる人がの言い分は、やっぱ結局最終的には金目でしょうっていうことを言ってる人が多いんですけど、金目で僕は別に悪いことじゃないと思うんですけどね。そんだけ高く評価してるわけでしょ。アメリカ、日本もどうなんだろうね。でもだんだんそんな感じになってきてるかもしれないですよね。日本から特にアメリカメジャーに挑戦してっていうんだったら、ずっと同じチームでずっとっていうのも、それは確かにね、すごいことなのかもしれないし、そうなるだけの実績をね、積んでこないといけないからね、誰でもできることじゃないから素晴らしいことだと思うんですけども、でもだからっつってね、1年とか2年とかね、何年かは分かんないですけども、なんかいくつかね、チームを渡り歩くのが別に僕は悪いことではないと思いますけどね。でしかもね、今回のこの大谷選手の場合はさ、自分から売り込んでどうですかじゃなくて、ぜひうちに来てほしい、いやうちに来てほしい、いやうちに来てくれればこんだけのっていう、そういう競争が始まってるわけでしょ。全然ね、最終的に何を決め手にしたのか、それはもう本人にしかわからないことなんでね、仮にそれがね、もろ金目だったとしても、僕は別にそれが悪いことじゃないとは思いますけども、でも大谷選手のなんかね、どうだろうな、なんか違う部分で、お金ではない何か違う部分でっていうなんかね、
そっちを優先させそうな気はしますけどね。なんとなくですかね。にわか、しかもにわか目線で。うん。で、まあ FA でね、エンゼルス再契約なのか、それとも移籍なのかと。12月5日開幕、なんかウィンターなんちゃらみたいなのがあるんでしたっけ。その前の早期決着もっていう風に言われてますけど、どうなんですかね。メジャー6年目で初めての FA となった大谷翔平投手が、アメリカ東部時間、6日午後5時に、日本時間と7日でしたっけ、他球団との交渉も解禁になりましたと。ワールドシリーズ終了後から、6日午後5時まではエンゼルスの独占交渉期間だったんですよね。でもそこでどうなんですかね。一応一通り全部話を聞いてから確認。あるいはもうエンゼルスとの交渉で決まっちゃったらやっぱりそこで終了になると思うんですけど、この辺のさじ加減がちょっと分かんないですけどね。でも一応話聞くだけ聞いてみるっていうのはね、なんかあると思いますけども。で、7日から9日、アリゾナ州スコッツデールで、メジャーのこの野球幹部や代理人らが集まる、GM 会議っていうのが行われたそうで、選手の売り込みや情報交換が行われたんだって。で、獲得候補球団として、残留のエンゼルス。で、あと移籍だったらドジャース、メッツ、ヤンキース、ジャイアンツ、レンジャーズ、レッドソックス、カブス、マリナーズ、ブルージェイズ。とりあえずその時点では10球団上がってたんだって。すごいっすね。どこだと思います？どこだと思うっていうのはちょっとわかんないですけど、どこだったらより、だってほら、だから、大谷選手、ね、この金目とかっていうんじゃなければ、でも結果的にこの金目もついてくるとは思いますけど、やっぱりこの優勝したいと思うんですよね。うん。ね、やっぱりこの、優勝したいと思うんですよ。だって日本で野球、ね、この日ハムでやってる時も、ね、優勝したくてみんな野球やってるんですよね。違うんですか？なんか先輩にこのなんか、ね、飲んだりこのなんか騒いだりして、なんかこの時間を無駄にしてる風な、当時誰だったかちょっと忘れちゃいましたけど、ね、結構の先輩にも、ね、そうやってこの普通にこのなんだろう、意思表示できる、ね、遊ぶのも結構ですけど、ね、僕らプロ野球選手ですよねって、優勝目指さないだったら、ね、何のために野球選手やってるんですかって、そりゃそうよなってなりますよね。でもやっぱり大谷選手、ね、当時、ね、だからまだ、あれじゃないですか、球団プロ野球選手になって、ね、何年も経ってない頃に、もうそういう感じで、ね、あれかな、この真面目すぎて、いつも野球でつまんねえやつだな、付き合い悪いな、みたいな感じで、この陰口とかも叩かれてそうじゃないですか。だからそれでなんかこの切り返したことが、なんか実際あったらしいですよね。っていうぐらいだからやっぱりメジャーに行ってもね、どうせ勝つんならやっぱり、優勝したいと思うんですよね。で、そう何回もチャンスがあるかどうかもわかんないですから。だからやっぱこの FA でね、この優勝に近いであろうって言ったらちょっとエンゼルスにこの失礼に当たるのかもしれないですけども、でもそこはやっぱりね、よりね、優勝する可能性が高い。いくら大谷選手がすげえっつったって、大谷選手だけすごいんじゃ、やっぱ優勝には縁がなくなっちゃいますもんね。そうするとどこなんですかね。どこが一番、ヤンキースもなんか言うほどあれですよね。過去の戦績はすげえのかもしれないですけど、なんかここ数年なんか、なんだよ、やっぱヤンキースかよみたいな、そんなことには別になってないですからね。そうするとどこにチャンスが、っていうとどこにでもチャンスあるのかな。レッドソックス、ジャイアンツ、ブルージェイズとかどうでしたっけ。なんか、なんだかんだいつも残ってるようなイメージがあるんですけどね。まあ、わかんないですけど、なんかただなんか歴史があるとか伝統があるみたいな、そういうチームは逆に避けた方がいいんじゃないですかね。新しかろうがなんだろうが、やっぱりこの勢いがあってね、勝つことに優勝することにこの貪欲な、そういうなんか、でまとまっているチームの方が、チャンスありそうですよね。ぜひね、なんかね、もうさらなる活躍のね、やっぱさすが大谷選手すげえよなと。アメリカの野球ファン、ね、日本の野球ファンだけじゃなく、またほら、この WBC とかもやるわけだからさ、その時にまたね、やっぱすげえよなっていうのをこれ見せていただきたいですもんね。
優勝、ね、このメジャーで優勝してるんだぜっていう、そういう肩書きが追加されてたらかっこいいじゃないですか。ね、未来のなんかこの、今野球少年やってるね、それこそこのグローブ使って、ね、一緒に野球やることになったらみたいなことを大谷選手も言ってたぐらいだから、そういう子たちのね、さらになんかこうね、このぐいぐい引きつける、なんかそういうこのヒーローみたいなのにね、さらに輝きが増すじゃないですか。ね、メジャーで優勝したっていうのがついてくればさ。ってなるとやっぱり優勝の可能性が高そうなところにね、行った方が、いいような気がしますけどね。さて、じゃあ続き後半サロンの方ではね、何のアワードランキングかっていうと、これまたどうしようもないんですけどね、アメリカのね、セクシーなプロアスリートランキング。ほんとどうでもいいよな。世界で最もセクシーなスポーツスター、しかもなんか中途半端な21人とか言って、なんじゃそれ。それでね、大谷選手よりも韓国のサッカー選手のこのソン・フンミン選手の方が上だった。だから大谷よりもソンがすげえ、ウェイ韓国大勝利日本ざま、どうだ日本よ怖いかってやってるんだって。はいはい。ということでね、後半しょうがないから付き合ってあげましょうかね。今回は以上です。